はい、どうも、こんにちは。今回はですね、ゲーミングモニターについてお話をしていきたいと思います。先日ですね、新製品の発表会にお邪魔させていただきました、ASUS 様よりですね、お貸し出しいただけまして、気になっていたモデル、ROG Strix OLED XG27AQ-DMG をご紹介したいと思っております。もうね、数日使わせていただいているんですけれども、めちゃくちゃ綺麗です。やっぱね、改めて有機 EL ディスプレイすごいなと思いました。まあね、そんな綺麗な OLED のゲーミングモニターになっているんですけれども、この10月に発売したばかりのモデルになっておりまして、ASUS さんのね、OLED モデルっていろいろ今出てきてるんですけれども、こちらはその中で ROG Strix シリーズの27インチモデルとなっています。他のシリーズに比べると比較的安価な価格帯なんですけれども、性能面もしっかりね、妥協のない1台となっております。なので、今ね、OLED のゲーミングモニターを探すとなったら、絶対にこれ候補に上がってくると思う、そんな1台かと思いますので、自分もね、もともとすごく気になってまして、いろいろ調べていたんですけど、実は日本でのレビューっていうのはまだまだ少ないんですよね。なんで、どんな感じなのかっていう情報が少なくって、やっぱりね、実機触ってみたいなと思いまして、ASUS 様にお願いをして、今回ね、実機試させていただいております。今回はこちらの ROG Strix OLED XG27AQ-DMG について、個人的に感じたいいところだったりとか、気になるところ、ちょっとね、ご紹介できればなと思います。はい。まずね、ざっくり概要スペックからなんですけれども、サイズはね、26.5 インチとなっていまして、重量がスタンドとかも含めると 6.7kg となっています。解像度が 2560×1440 のいわゆる 2K 画質となっていまして、パネルはホワイト OLED が使われております。画面の表面はですね、光沢仕様となっていますので、多少ね、反射はするんですけれども、この光沢仕様のおかげで黒色とかがね、より一層綺麗に見えているのかなと思っています。応答速度なんかはですね、0.03 ミリセコンドとなりまして、液晶モニターに比べても明らかにやっぱ速いですし、リフレッシュレートもね、240Hz 対応な十分な精度があります。視野角もすごく広くてですね、色域も sRGB135% カバー、DCI-P3 も 99% カバーしておりますので、ゲームユースやクリエイター向けにも最適なモデルになっているかと思います。しかもですね、焼き付けを含めたメーカー保証っていうのが3年間ありますので、それをね、安心の材料かなと思います。そして同封物はモニタースタンドで各種ケーブル類とベサマウント用のアタッチメントとかがね、ついてきておりました。モニタースタンドに関してはですね、つけてみるとこんな感じでございまして、縦はね、台座下から最大15センチぐらいまで高さ調整することができまして、横の向きだったりとか、画面の回転っていうところにも対応していまして、縦置きもできるスタンドとなっております。有機 EL パネルなので、厚みもすごくね、薄くなっていまして、このパネル部分がもう約5ミリほど。で、こっちのインターフェースとかの部分も含めても、5センチほどとなっておりますね。で、スタンドの台座に関しては、奥行きがだいたい23センチほどとなっておりました。台座部分にはですね、スマホなどを設置できるくぼみもあったりとか、ウェブカメラとかを設置できる4分の1ネジの穴がですね、用意されていて、かなりですね、個人的に使いやすいスタンドだなと思いました。で、ベサマウントに関してはですね、付属品を使って設置できるようになるんですけれども、このパーツがね、かっこいいんですよね。モニターアームにつけるとこんな感じになります。インターフェースはディスプレイポート 1.4 が1つ、HDMI 2.0 が2つ、電源ジャックやイヤホンジャック、あと USB ハブ機能もありまして、タイプ A のポートが2つございますね。かなり使いやすい構成になっているかと思います。ボタン類はですね、画面中央のここのロゴの下の部分にですね、統合されておりまして、ここで各種メニューっていうところを変更することができますね。はい。で、実際に設置してみると、もうね、やっぱ黒色の表現が液晶モニターと比べてね、もう真っ黒というか、見え方少し違いますね。はい。で、あと、ベゼルに関してはですね、フレームレスのデザインになっておりますので、ここね、めちゃくちゃスッキリしているんですけれども、ただその分ね、非表示領域っていうところは少し広めになっているかなと思います。だいたいですね、上の部分が7ミリぐらい。で、横も同じぐらいですね。7ミリぐらいで、下のところだけ1センチぐらいとなっていますね。
で、視野角も見ていただいたらわかる通り素晴らしくてですね、斜めからでもくっきりと映像が映るようになっていますね。はい。で、そしてですね、こちらのモニターの機能面、ソフト面っていうところもですね、ご紹介できればなと思っています。モニターの基礎スペック以外にも各種このモードのですね、設定の使いやすさっていうところは、かなりね、充実しているモデルかと思っておりまして、例えばね、いくつかピックアップすると、この色域の話ですね、sRGB の規格も選ぶことができますし、その他 DCI-P3 なんかにもですね、モニター上で色域をね、変更することができますので、色味を確認するためのモニターとしてもやっぱ優秀ですし、あと、FPS とかのね、ゲームモードとかに合わせたプロファイルを初めから用意されておりますので、FPS などモードでかなりね、シャドウが持ち上がって明るい感じになりまして、あとは映画モードとかでしっかりと黒い表現を黒く見せてくれる内容だったりとか、かなりモードがですね、豊富に準備されておりますね。で、モニター自体がですね、10ビットに対応しているモニターでございますので、そういった面でもね、かなり重宝するモニターかなと思いますね。そしてゲーミングモニターとしても優秀でございまして、それこそ AMD のフリーシンクと NVIDIA の G シンク、どちらにも対応しておりますし、フリッカーの軽減機能やシャドウブースト機能っていうですね、ゲームに特化した機能だったりとか、疲れにくくする、かつゲーム画面を見やすくする、そんな工夫がね、いろいろと用意されておりますね。また、アスペクト比なんかもですね、実は27インチから24.5インチへ変更できる機能なんかもありまして、やっぱ24インチはね、ちょっとゲーム画面としては大きすぎて、端から端がね、見にくいよっていう声もあるかと思うんですけど、それにも対応できるハイスペックな一台になっていますね。FPS とかってやっぱりね、敵を見つけるためにね、端から端まで視線の動きが最小限だと嬉しいので、24.5インチぐらいがね、ちょうどよくなるんですけれども、ただ動画編集とかするってなったら、やっぱり27インチあった方が便利なんですよね。この使い分けができるっていうのがね、嬉しいポイントかなと思います。あとはこういった各種設定の本体ボタンをね、ポチポチしなくても、専業のスイグソフトで操作できるっていうところがね、嬉しいポイントですね。あと、有機 EL のデメリット部分というか、不安材料として焼き付けの問題がね、あるかと思うんですけれども、こちらもですね、いくつかの機能で対策されています。基本的なね、スクリーンセーバー。一定時間経てば消えてくれる機能だったりとか、ピクセルをわずかに移動させる画面の移動機能っていうのがあったりとか、あと自動的に動きのないロゴを検出して、そこだけ輝度を下げる調整だったりとか、焼き付けをね、そもそも起こさせないっていうような工夫がね、随所にありますね。で、ヒートシンク自体もですね、性能いいものが積まれてまして、かなり排熱っていうところもね、しっかりとしていますので、使っていく中でですね、そんな温度が熱くなってるなとか、っていうのはね、全然感じたことはありませんでした。そしてね、実際にゲームをやってみました。応答速度はね、やっぱりリフレッシュレートの性能がいいので、FPS とか格闘ゲームにもね、相性いいですし、やっぱグラフィックがいいですね。RPG なんかも没入感が上がってね、良さそうだなと思いました。はい。でね、逆に、一応気になったところっていうところもお話ししようかなと思います。正直なところそんなにないんですけど、強いて言うならばになるんですが、やっぱね、ここ、光沢仕様っていうところで、どうしてもね、反射して映ってしまうっていう部分がね、ありますね。これのおかげで、もうクリアに、すごくね、綺麗に見えてるっていうところもあるので、好みの問題だとは思うんですけれども、どうしてもやっぱノングレアに比べると、どうしてもね、こっち側に映ってる内容とかね、反射して見えちゃうので、この辺が難しいところですよね。あとね、ここ、非表示領域、下の部分になるんですけど、やっぱね、ベゼルがなくて、すっきりしてる分ですね、どうしてもこの非表示領域っていうのが、やっぱ目立って見えちゃいましたね。これはもう使用上しょうがない部分だとは思うんですけれども、ちょっとこれも少しだけ個人的には目立っちゃってるなと思いましたね。とはいえこれも好みの範疇かなとは思いますね。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。今回はですね、ROG Strix OLED XG27AQ-DMG をご紹介させていただきました。もうね、本当発表された当時からすごく気になっていて、やっぱね、OLED のモデルのゲーミングモニターとしては比較的な安価なモデルになっていて、で、かつね、性能も十分というか、欲しい機能が揃っていて、もうとりあえずこれをね、選んでおけば後悔しない
やっぱ幅広い用途に対応できるモニターになっているかなと思っておりますので、ぜひね、気になっている方は在庫があればね、早めに購入された方がいいかなと思います。自分ね、これは貸し出しいただいているだけなので、返却しなきゃいけないんですけど、返したくないです。はい。冗談はね、置いといて、それくらいに使い勝手のいいモデルでございましたので、ぜひね、チェックしてみてください。はい。こちらのチャンネルではこういったですね、デスク周りのガジェットだったりとか、撮影機材等のご紹介をしているチャンネルでございます。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。また、コメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。